いやもう本当にドキドキですよね。こう「進撃の巨人」って7年ぐらい今アニメやってるじゃないですか。で僕が声優デビューしてからまだ10年ぐらいしか経ってないので、本当に若手も若手の時からアニメが放送されてて、本当にすごいアニメだな、すごい作品だな、すごい役者さんたちがもう魂を削って作ってる作品なんだなっていうので、いつか出たいなとか思ったりもしてたんですよ。なのでいざこうファルコ役でこう決まったってなった時に、やったって気持ちとどうしようっていう気持ちのこうせめぎ合いといいますか、本当に緊張しましたね。 PV も一番初めに収録したんですけど、その時もやっぱりこういきなり戦場から始まるので、本当一瞬たりとも気が抜けないというか、それぐらいやっぱり自分の中ではすごくもう高いところにある作品だなっていうふうに思いますし、その分本当にこう映像のクオリティも音楽も、あとはこう周りの皆さんのお芝居も本当にすごく魂を削って、作ってるなっていうのが本当に伝わってくるので、早く僕自身もオンエアでこう見てみたいなっていう気持ちはすごくありますね。アフレコ現場はもう怖いっすねいやすごいね、緊張感がやっぱりあって、作品のこうお話が結構回れへんって割とこう会話劇というか、政治のお話が絡んできたりとかするので、この心の内のやり取りみたいな、大人のやり取りみたいなのが結構多いんですよ。なのでやっぱハラハラしますよね。その中でこうファルコたち、子供たちは大人たちとどうこうやり取りをしていくのかとか、子供ながらにこう戦うことについて、考えたりっていうところで、やっぱすごく本当に台本を読み込んで、原作を読み込んでアフレコに挑むっていう感じで、本当一瞬たりとも気が抜けないなって思いますし、僕なんかそれこそこのファイナルシーズンから参加させていただいたので、こう梶さんたちが一からこう積み上げてきたところにこうどれだけうまくなじめるかとか、こう作品をそれまで楽しんで見てくださった方たちにこうどれだけ違和感なく受け入れてもらえるかっていうところでもやっぱりより緊張するのでそこは本当にもうアフレコ現場こそやっぱ戦場だなっていうふうに思いますね。でもすごく美馬さんが、音響監督の美馬さんが一つ一つのシーンとか、もうちょっとしたこう息の芝居とか一言の芝居とかでもすごく細かく明確にディレクションをくださるので、それをこうもう必死に自分のこう演技で伝えていけたらなっていうふうに思いながらやってますし、ファイナルシーズンから、ガビ役のさくらさんと結構、役を通してもそうなんですけど話す機会が増えまして、結構最近さくらさんとアフレコ現場で一緒になることが多いんですけど、この現場はお互い今まで見せてなかった部分をこう出してるなという感じがしますね。それこそもう心の奥底からの叫びだったり苦痛だったり憎悪だったり、そういうなんか姿を見て、ああやっぱりさすがだなとか、本当別人みたいだなっていうふうに、そうアフレコしている背中を見て思いますし、だからこそまた楽しいっていう言い方はちょっと違うかもしれないですけど、
本当高め合えるというか、すごくこう役者冥利に尽きるというか、そんな現場ですね。梶さんは本当にもう僕が傍からこう見ている梶さんはすごくなんというか落ち着いていらっしゃるというか、もう作品を冷静にこう見定めて、でお芝居をされてるなっていう気がして、だから梶さんをこう見ているとすごくなんかついていきますというか、ちょっと役柄的には複雑なところなんですけど、そういう気持ちにさせられるぐらい本当どっしりと構えてらっしゃるので、すごく、頼りになりますし、あとは個人的には細谷さんがすごく僕今回アフレコやっぱコロナの影響でグループごとに撮ったりとかしてるんですけど、細谷さんとアフレコ一緒になることが多くて、すごくこう「進撃の巨人」に対する思いとか、あとは僕に対するなんかその心構えとかもちょっとやっぱ先輩としてリラックスさせてくれたりとか、こう変な緊張を与えないようにすごく気を使ってくださるので、そこは本当に助かってますね。はい、そうですね。本当にもう僕も原作当初から読んでて、でもう衝撃の展開がやっぱり続いていくじゃないですか。なのでもう巨人のこの不気味さプラスこのなんていうんですか、ファイナルシーズンはさっきも言ったように結構こう政治的なお話とか、そういうこう今までまたちょっと違った切り口で物語が進んでいったりもするので、そこも注目していただきたいですし、パルコとしては何かを守りたいならその分強くならなきゃっていうすごく純粋で、優しい子だとは思うんですけど、そういった男の子がこの戦場においてどういうこう気持ちで生き抜くのかとか、結構僕の中ではこのマーレ編のファルコってこうある意味こうマーレ側の主役ポジションなのかなとも思っているので、本当にやっぱ辛いシーンも多いですし、ファルコの気持ちも分かる、でもエレンたちの気持ちも分かるっていう、やっぱそういうこう葛藤だったり、また別のところで一緒に育っていれば違う未来もあったんじゃないかとか、そういうなんか本当すごく考えちゃいますよね、この内容を知って、読み進めていくと。なのでそういった心理描写とかも注目していただきたいですし、もちろん今まで通りこう巨人たちがこう出てきて戦うシーンも大迫力で、見ていて本当にやっぱり心をぐっとつかまれるような内容になっていると思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。僕自身もまだ完成した映像を見ていないので、早くオンエアでチェックしたいなと今からワクワクしています。進撃の巨人ファンの皆さんと一緒に、進撃の巨人を堪能して、そして一緒に盛り上がっていけたらなと思っています。そんな進撃の巨人ファイナルシーズンがいよいよ12月6日日曜日24時10分から NHK 総合にて放送開始です。今までとは違った視点でお話が始まります。苦しい戦いで目を背けたくなることもあるかと思いますが、皆さん見届けていただければと思います。よろしくお願いします。